マスキングテープも黄色やから全然わからん。これない方がいいのかなあ、いいですね。めっちゃいいめっちゃいい。もうゼロワンドライバーやん。緑色の線も何本か上下にするとすごいシャイーン。ここだけなんです。ここまでです特撮改造エキシビジョン。さあ前回の続きからやっていきます。さあ次、いよいよこの虫キングちゃんにこれをはめていきましょう。で、こんなに厚みはいらないので、これ半分にしましょう。これ外して、そう、ここの部分だけで十分なんです。で、こんな感じ。おー、ぴったりやね。すごくないこれ。ほら、もうほぼ固まってるよ、これ。まあ、こう、上下にすると取れるけど。すごいね。おもろ。これ今、蛍光イエローのレイズバックルでやってるけど、これもともと成型色赤やったら、こういうものですって言われても信じちゃうよね。それぐらいのフィット感。ビス2本打っとこか。オッケー、つきました。ブーンって飛んできて、パチッと受け取って、で、カシャイーン。大武装かな。はまったね。よし、オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ次の工程行こう。次はね、この1、2、3のボタン。これがね、もともとゼクターについてるという仕様じゃないですか。初期型はね。初期型は。最初の初期型。まあ、あえて初期型と僕はこれから言いますけど、初期型のバランスを見ると、でもこれ色々考えて、このライダーベルト側にスイッチつけてもいいんじゃないのっていう風になったんじゃないかなと、なんとなくイメージしました。それで思いついたのが、フォーゼドライバー。これももう分解したやつをいただきました。本当にありがとうございます。めっちゃ助かります。嬉しい。貴重なパーツですからね。で、これのね、ここのスイッチ、この上のパーツでガポンと閉じてなくても、ここだけ押さえてれば、カチカチってできるんですよ。もうお分かりですか？そうなんです。この上にね、スイッチがあったら、パチンパチンパチンってやって、必殺技発動っていうのができんじゃないかなと思って。というか、やりたいのよ。僕、このフォーゼドライバーのこのスイッチも大好きやねん。でも、このままくっつけるとめっちゃ広がってるから、これをギュッと3箇所に凝縮したいんですよ。で、なおかつちょっとこう円形になってるから、それもまっすぐにしたい。というので、必要な部分はもうね、ここだけなんですよね。これそれぞれ。このパーツだけあれば、カチカチできるので、この各パーツを飛んでいかないように、こう外すとまあこんな感じになってるんだけど、ここもグルーガンでくっつけちゃえばいいと思うのよ。グルーガンが固まる前に爪をギュッと入れる。よし、これで固まったね。よし、じゃあこれで一個一個切り分けていこう。コズミックゴーティングで、ここのカバー部分だけ、まあこうしといた方が収まりはいいよね、きっとね。でもここにつけた時にどうなんやろ。パチパチいくのはこうか。こんな感じかな。これで、1、2、3ってやると思うんだけど、これない方がいいのかな結局。ない方が良さそうですか。ベルト自体が蓋になってくれそうなので、いらないですね。いらないっていうか、なんか別で使います。別改造でね。素晴らしいパーツですから。でも、わかった。よし、じゃあこの調子で、これを3つ量産すればいいね。はい、3つ爪が取れました。あとはもうここにつけていくだけですね。ちょうどここに隙間があるので、そこにこの出っ張り、透明の出っ張りがポコンと入ればうまく固定できると思いますので、ハンダゴテで目印つけて、2本の爪がすっぽりはまる溝を溶かして掘ります。爪入るか？よっしゃ、入った！グルーガンでしっかりと固定して、よーし、問題なく動くね。じゃあ次はぐらつかないように5センチのビスをグンと打ち込んで、めっちゃいいとこ行った。やったカチカチスイッチとビスをグルーガンで固定。これで絶対にグラグラしないね。これでがっちりホールド。完璧な柱ができた。何やったっけ、柱の歌の。霞柱、西松屋みたいなやつ。あれすごい好き。今のところこんな感じです。ここ3つつきました。カチカチカチ。で、この矢印をマスキングしたり、あとこの辺はこう筆塗りしたりで、活かす感じで塗装したいと思います。これでまたガラッと雰囲気変わるかな。で、一回雰囲気変えて、その他の装飾を考えていけたらなと思います。塗装ブース行きましょう。これ矢印のとこマスキングしてんのわからんやろ。もともと黄色い矢印やからね。マスキングテープも黄色やから全然わからんと思うけど、頑張ってマスキングはしましたよ。まずは全体を真っ黒にします。今回の塗装イメージは兜のライダーベルト、あれをそのまんまパワーアップさせたみたいなイメージで塗っていきます。でも透明パーツを真っ黒にするのってやっぱちょっと勇気いるよね。引っかかったわ。どうしようかと思ったわ。で、全体を真っ黒
色にしたら、今度は真ん中の部分はシルバーにします。だからこの最初の黒がシルバーの下地やったよね。下地として生きてくるから、渋い銀色になるから、真ん中の部分と、あと爪、3つの爪もシルバーに塗ります。で、黒くしたりシルバーにしたり、ややこしい爪を最終的に赤のキャンディー塗装ですね。クリアレッド。これでいい感じのメタリックレッドが仕上がりますから。で、今回のキャンディー塗装は僕は40にしました。4回塗りね。これで塗膜っていう塗装した膜ね。これが4層になって、キャンディー、飴の質感を目指しました。映像だと伝わってないかな。で、最後にシルバーとか赤がついた黒い部分をもう一回塗って綺麗に整えます。今回ちゃんとしてるでしょで、最後にシャバシャバに薄めた黒を拭いて、ツヤ出しと味出しですね。ええ感じ。よっしゃ、マスキング剥がしていこうか。これなかなかうまくいったと思うな。普段めんどくさくてやらないっつってても、やるときはやる男なんですよ、僕はね。自分で言っててアホみたいになった。さあ、ここからはマジックで矢印をなんとなく書いていきます。ボコボコの立体になってるから、正確ではないんだけど、こんな感じ。なんとなく矢印に見えるかな。残り2つの矢印も書いていきましょう。さっきも言ったけど、立体に書くのも結構むずいのよ。真上から見たところを想像して、頭の中で線を伸ばして書くんだけど、なんか2本目あんまうまくいってないねんな。まあまあでも基本的には虫が止まってるから見えへんでしょ。あと緑色の線も何本か書いていきましょう。こういうちょっとしたものがあるだけで、だいぶ兜感が増すからね。見てくれる側に分かりやすくというのも大事ですから。はい、並べてみるとこうですね。緑色の周り黒の方が良かったかなとも思うけど、まあまあいいでしょう、これでね。さあ次はこれに蛇腹をつけたいと思います。 CSM のライダーベルトからちゃんとビスを外して綺麗に取ったものです。で、まあこういう感じで、きっちりこう上になったり下になったりせずにきっちり真ん中につけたいんだけど、そうなると後ろを見るとね、ここが当たっちゃってんのよね。だからまあまあここを切ればいいっていう、それだけの話です。で、この前ね、僕のいとこの傭兵ってプロドラマーがいるんですけど、そいつにこれをもらいまして、これがね、ニッパーみたいに横にこういくんじゃなくて縦にこういけるんですよ。で、こういうところもバチンと切れるっていうね。ほら、いろんな道具あるね。面白い。これで、あ、いいですね。うわ、めっちゃいい。めっちゃいい。バッチリ。もともと開いてた穴にビスを2本ずつ差し込めば、よし、蛇腹つきました。はい、だいぶベルトっぽいですね。机がぐちゃぐちゃですけども、このままいっちゃいますね。ごめんね。で、この虫がここに入った時に、ここまでですよっていうこの終わりの合図というかね、これね、なんかやっぱここにもつけたいなと思って、いろいろ考えたんだけど、まずこの手ね。これは僕が好きなパーツっていうだけ、何の意味もないです。意味がわからないですね。だからこれはやめ。つけたかったけどね。次にこれ、01ドライバーのパーツ。01はすごくバッタのイメージなんで、虫つながりでいいかなと思ったけど、もう01ドライバーやんっていう、これ印象が強すぎてね。これはなしですね。あとまあ僕これも大好き。僕の大好き枠。これをなんかこの辺につけるとかね、もう向きはわからんけど、一瞬当てた状態で、いやもうこれもダブルドライバー味が強すぎるなと思ったんで、これもなし。っていうので考えていくと、割とこれがね、危ない感じ、この辺の危険な感じもして、危ない感じでガチッとまとまるかなと思いました。だからこれでいってみようか。この辺のパイプ使えたら使いたいなと思って。わかんない。ハンダゴティングー！ハザードレベル強めで溶かしきる！こんな感じ。こっちかな？どっちなんやろう？左上が斜めに削れてるから、右下も斜めに削れた方がイメージがバチンと合うかなと思ってこっちにしました。よし。このパーツもめちゃくちゃかっこいいからここに貼っときましょう。はい、こんな感じで色を変えたのがじゃーん。どうですか？めっちゃいい感じになった。ワンネスたちにもバチンと来てくれてたら嬉しいな。さあ、それでこれの音声なんだけど、どっちにも音声入ってないですね。で、僕はね、やっぱ音を鳴らしたいなと思って、ナミちゃんに教えてもらってアリエクで基板を買いました。多分この基板でいけるだろうという。で、それが6月に届くので、届き次第音入れて、こっちのベルトに組み込みたいと思います。今回は編集で音足します。まずこれがこうやって飛んできますね。ブーンと。パチッとキャッチして、カチャン。いいですね。そして必殺技。ガチャンっていうのはできないんだけど、あれは多分もう効率悪いってことで、なしになったっていう設定でいいかな。あとは多分ね、脳波に連動してるとか、そんな技術になってて、もう蹴りかましたいってなったらタイミングよくバチンって、もうイメージと直結してるんだと思う、きっと。まあ、そんなこんなで、できましたね。で、さっき言ったその基板を組み込んでっていう時に、カブタンちゃんもここにセットできるようにしたり、プレスタイプにゴッドハチさんも止まれるようにとか、またいろいろ改造していきたいなと思います。今回の改造の感想と、ワンネスたちの
の兜への熱意をコメントに書いてくれ。おばあちゃんが言っていたパウチは必ずコメント全部読んでいると。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためにはファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ、これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。